とにかく今は生地が見たい気分だ。じゃあ生地屋さんへ。ちょちょ行ってきまーす。この間、このお化粧ポーチを家にある小さなはぎれをパッチワークして作ったのだけれど、これがまた楽しくて、出来はともかく楽しい上にとっても可愛いとは。どちらかというと今までは割と大きなはぎれをパッチワークして何かを作ることが多くて、それももちろん楽しいのだけれど、小さいはぎれを組み合わせて小物を作る新しい魅力も発見したね。そういえば今まで洋服を作る生地を探す目的で生地探しをしてたけど、小物作りのためのパッチワーク目線で生地探しをしたことないな。違う目線で探すからなんだかとっても楽しそう。でも種類が豊富な生地屋さんは近所にはない。とりあえず近所の手芸屋さんに行っちゃおう。接着芯も欲しかったし、とにかく生地が見たい気分だ。長女と近所のチェーン手芸店に到着。私が洋服にしたいと思う生地はほとんどないお店なのだけれど、小物作り目線になると色も豊富でたくさんあるんだね。真ん中には小さなはぎれが売ってる。アメリカはパッチワークが盛んだから、そのグッズや生地は豊富なんだね。パッチワークに便利な定規がたくさん。こんな道具があるんだね。今まで素通りしてたけど面白いな。パッチワークキルトのキットもある。いろんなツールがたくさんあるんだね。ここははぎれコーナーだ。こうしてぐるぐる巻いてあるんだ。同じ柄で色がグラデーションにまとまってて便利なセットだ。リボンがたくさん。ここはミシン糸のコーナー。
洋服用の芯を買ってこう。パッと見同じだけど違うから探すのに一苦労だ。よし、見つけた。キルト芯も買っちゃおうっと。結局生地は買わなかったけれど、近々アメリカの生地問屋街に行ってみたいな。結局買ったのはキルト芯。パッチワークキルトにいいかな。あと洋服用の芯とファスナー2本、在庫補充だ。あとはスケッチブック、必要最低限のお買い物でした。こちらアメリカ。朝晩はもうだいぶ気温が下がるようになってきた。昼間はまだ真夏の暑さなんだけど、早朝のお弁当作りの時に羽織ったり、お家でリラックスして羽織れるのが欲しいな。もちろん外に着てってもおかしくないのがいいんだけど、こんな感じのはどうだろう。ガウンコートですって。ベルトで留めるとエレガントだね。逆に留めないとカジュアルだ。よし、これを作っていこう。早速トレースだ。今回はこの生地を使っていこう。なんだか木みたい。ガーゼでリラックスして羽織れそう。裁断していこう。実は以前違うパターンで今回のようなガウンコートを塗ったことがある。コーディロイの鮮やかな生地で外に着ていきたくて縫ったのだけれど、パターンがカジュアルすぎたのと生地選びも失敗で完全におうち用ガウンになってしまった。コーデュロイでお家でもなんとなく着にくいし、どっちつかずの失敗作になってしまった。ということで今回は反省を生かして生地もパターンも慎重に選んだつもりなんだけど、大丈夫かな。と
ころで生地足りるかな。洋尺は生地幅が146センチで 2.5 メートルだけど、これは110センチ幅で 2.5 メートル。なんとなく大丈夫な気がして進めてきたけど、ハラハラしてきたぞ。とにかくベルトが長いんだな。ベルトはここで取れそうだね。ここら辺でよく1枚取れるかな。おー、ギリギリ入ったね。